煙かご寒水月かご砂。夜泊まり旗順が地下主か。少女は亡国の恨みを知らない。川を隔ててまだ歌った後に庭の花を歌う。この詩は多くの人が聞いたことがあるだろう。歌を売っている女は亡国の恨みがわからないということです。川の水越しに依然として大声で歌っている。なぜふーちゃんはこの詩を引用するのですか？ PV で非色が言いました。風化雪月4時。間違った連想をさせやすい。この成語はよく耳にしますが、雰囲気もあると思います。しかし実際は悪い意味です。風化や雪の月は平凡で風雅である。それは花と酒の地の会員生活のことです。なぜ非色はこの成語を言うのですか？重要なのは次の言葉にある。捕虜になる。黄色の舞は単なる舞ではありません。彼女のダンスは囚人になることができる。監禁されているのは風化雪月の人です。彼女はキュウリの姿で天下を動かす舞姫です。現状を変えようとする救助者でもあります。このことは PV のプロファイルからもわかる。非色は踊り子だが、天下の心を抱いていた。でも彼女は口だけではない。このように行動しています。人級 AA の責任者でもあるからです。舞姫として、この特別な行動を実行した方がかえって満足している。これは幻冬では例ではありません。もう一つは京都の表情ダンサーです。第2代安全保障省隊長アリス。彼女はダンサーとして安全保障省に入りました。華やかなダンス姿で京都を守っています。今回の PV 相当の謎人。しかし最も謎めいた人のシーンは、みんな思いもよらなかったに違いない。ここの回転場です。幻冬の回転場。驚きの鬼神と言える。天井だけでなく、時空を変えることが可能です。風ちゃんはこの上でたくさん損をしたことがあります。ここの天井は人心からの景色の変化です。この天井は事件のつながりではない。中間に重要なストーリーが足りないのです。人心が崖を飛び越えた後に見たのは追撃の舞台ではない。彼女の人生の運命を変えた人に出会ったのです。この人が李州のオモシュスズメ様です。意外ではないですか？次に風はどうやって結論を得たのか分析してみましょう。最初は人心が追われていた。彼らが叫んだ言葉に気をつけなさい。逃げるな、止まれ。彼を捕まえて止まれ。彼を殺すのではなく、追撃する人には殺意がないということだ。だから後ろで崖に落ちたのは事故だった。崖から落ちたのは事故だった以上、下に待ち伏せ部隊がいるはずがない。崖の上の追跡者も不可能です。こんなに早く人心の前に現れました。では人心が崖に落ちて再び捕まるまでの間に何があったの？彼女はまた誰に会いましたか？ PV の終わりに戻りましょう。不審が非色が近づいてきた時、緊張した交代を続ける。これまで非色に会ったことがないということです。でも非色は人心の名前を知っていました。これは誰かが人心の名前を彼女に教えたということです。次はポイントです。嵐は言いました。彼女はやはり来た。彼女はやはり来た。非色は属心を知らないけど、でも嵐は知ってた。そして非色が属心を抱いた時、嵐も改心して笑った。特別にレンズを渡しました。これで全てが明らかになった。不審の中で逃げた夜、彼女は崖に落ちて嵐に会った。嵐が名前を聞き出した。彼女に道を指摘しました。信州に非色を探しに行きます。同時に彼女に手紙を残しました。それが壁玉の指です。嵐が言ってから PV の画面が出てきました。人心はまた捕まって帰った。では嵐はなぜ自ら人心を助け出さなかったのだろうか。彼女は人選を物色しているから。 AA のために潜在力のある人材を探す。周知のように9域の武装勢力は異形である。彼らは不運と死闘した。9域の安全を守っている。しかしドメインガードの外には組織があります。彼らはまた異形の影にされた。この組織は AA です。 AA はスパイ機関の役割を担っている。特殊な任務を遂行するために生まれる。彼らの存在を知っている人は有数だ。李州種の嵐がその戦力に優れている。しかし AA のリーダーは彼女ではありません。幼少期には曲間の下から嵐の妃色を救った。ただの歌姫だけど、いろいろな大物と談笑することができます。彼女の背後にいる身分のせいで、嵐が属心を救ったのは彼女の潜在力が気に入ったからだ。これといえば属心の身分をお話しします。PV でははっきりとは言わなかったけど、しかし推測できるのは、まず追撃する人々を見てみましょう。国威、覆面、傘。これは何を思い出しましたか？そうだ、暗殺者組織だ。不審は小さい頃から捕まって訓練された資格だ。彼が崖に落ちた時の映像を見てみましょう。崖から落ちてもしっかりと落ちる力を落とすことができる。これは彼女がどう覚えていることを示している。普通の人がこんな高さから落ちたらとっくに死ぬんだよ。さらに彼女の両手には熱いガーゼが巻かれていた。これは練習で怪我をしたからです。ところで幻冬は資格を育てるのが好きなようですね。前の資格か。母種のために働いているメイドアナベラですね。あ、違う。犬の爆発チームのフィンリアだと思う。幻冬の悪役は本当に人にならないんですね。資格は人形から捕まえた。終わりの気配がいっぱいになった。これもまた追撃者が人心を殺さない理由を説明しています。人心は逃げてきたから。彼らは彼女を捕まえただけだ。だから彼女には一本も当たらなかった。もう追撃の人料理だと思わないでください。野放でなければダメだ。根こそぎ心を動かさなかったのだ。それを見た嵐ももちろん人心の潜在力を見ています。同時に彼女は属心が幼い自分に似ていると感じた。これでやっと助け合うことにした。それ以外は PV にはもう一つ疑問が出てきた幼い嵐の遭遇。この思い出が嵐が助けてくれた理由だ。幼年の嵐が局間に追われた。あの時の嵐はまだ弱系ロリだった。こんな大きな熊には対処できない。柔軟な移動で攻撃を避けるしかない。その時です。彼女の運命を変えた人に会った。黄色が嵐を助けてくれた。神宮に連れて帰りました。心を尽くして世話をする。あの時の嵐はもう家族がいなかった。彼女は永遠に入った。妃のように姉妹にふさわしい。その後嵐の優れた任務能力で朱雀様に任命された。それ以来李州の一州の主となった。姉妹の往来は少なくなりましたが、しかし感情は薄れていません。人心も同じく嵐から黄色へのプレゼントとも言えます。潜在力のある AA です。今 PV の謎を解いた以上、PV の全過程を再生しましょう。属心は小さい頃から地下組織に捕まった。夜も夜もなく悪魔の訓練をする。
このような生活には彼女は全く耐えられない。そしてある日の夜に逃げました。しかしすぐに組織に派遣されました。追っ手は彼女を崖のそばの竹林に追いやった。それと同時に、嵐が散歩しています。属心を追撃する視覚を見ている。思わず自分の過去を思い出した。その時彼女は極間に遭遇した。必死に逃げるしかない。当時の無力感は今の闘争の属心と同じだ。でも諦める選択はありませんでした。絶望の中でもがいているのです。その共感に嵐は彼女を救うことにした。チャンスはすぐに来た。人心は崖の上まで追われた。彼女は崖から飛び降りた。力を落とす工夫で属心が生きてきた。彼女が起き上がると目の前に見えるのは嵐です。目の前の女に属心を奪われた。嵐は人心に活路を指摘した。生きたいなら、信州に人を探すことができます。彼女は穴をずっといる。同時に一枚の壁玉レンチを手紙として残した。そして嵐は去った。人心の運命は彼女に任せて自分で獲得しなければならない。実は初めての誘いが断られたのではないかと疑っています。秘書を探す。これも人心が永遠に加わる試練になりました。嵐が去った後、追撃部隊はすでに崖から探してきた。人心を組織に戻し直す。信用物の属心ができてまだ迷っていた。嵐を簡単に信じるはずがない。しかしその時あることがありました。彼女の手紙は見張りの大人たちに見られた。その価値を狙っています。切符は無罪で狙撃の罪を抱いている。これで選択肢がなくなりました。彼女は再び逃げるしかない。壁玉の指に希望を託しています。人心も再び組織に追われた。今度は彼女はもっと遠くに逃げた。でももっと広い怪我をしました。このまま追跡者の包囲網の下で、彼女は嵐の中の約束の地に来た。しかしこの時はすでに凶暴の末である。追撃部隊が再び彼女に追いついた。リーダーも同じようにレンチの価値を狙っています。彼らにとってはただの材物だ。しかし人心にとっては希望です。彼女は簡単には出さない。これでリーダーを怒らせた。一足で埃を蹴り飛ばす。手紙も飛んできました。リーダーが得意になって壁玉を拾って指を引くと、秘書が駆けつけた。手紙が炎になった。リーダーを全焼させた。この炎も黄色の登場の序幕となった。追撃部隊は非色に炎で囲まれている。視覚はみんながよく知っている組織だ。彼らは様々な文学作品で活躍しているだけでなく、実際の歴史にも現れています。しかし例外はなく視覚はいつも養われている。金がなければ視覚を鍛えることはできない。視覚たちは彼らの主人を育てるためだけに奉仕している。だから非色も手加減しなかった。三下五のぞくにで全て解決した。非色の攻撃姿勢は美しいと言わざるを得ません。ダンスのように。道理で埋楽清舟のことを言うわけだ。マークが制御できるかどうかわからない。テスト服に行くしかない。全ての追っ手を解決した後、嵐にお世話になった女の子に妃色が近づき始めた。しかし人心は非色の驚くべき実力を見て、普段の交代。目の前のお姉さんが敵か味方かわからない。ヒーローは急いで彼女の名前を呼んだ。君はもう安全だ。これでやっと警戒心が抜けた。逃亡で疲れ果てた体が倒れてしまった。ヒーローは優しく属心を抱いている。数年前のように。そうやって嵐を抱いて、このシーンも同じように嵐に感心しました。彼女はやはり来た。簡単な5文字が答えを教えてくれました。嵐が導いてくれたんです。嵐がヒーローに人心の名前を教えたんです。実は嵐とヒーローは一緒です。ただ2人がちょうど手紙を見つけて近くにいたとは思いませんでした。急いでやってきました。妃の色を見てすでに属心を残している。嵐も笑って。このシーンは昔のことだ。ヒーローは嵐の復刻を受け入れた。ヒーローは人心を見て嵐の心も分かった。嵐を宮に連れて帰ってお菓子を食べに行くって、ここの宮とは自然に人宮のことです。そうでなければこんな呼び方があるとは思いませんでした。ここに来て非色 PV 終わりです。ただの謎の人の症状はますますひどくなってきました。前のミニ PV は読めなくて楽しいことができます。今回の非色 PV にそんな疑問点がわからなかったら、雲の中の霧の中しかないでしょう。特に通行人は人心と幼い嵐の逃亡が交互に上演される。この点だけではもう読めない。TOTOは新しい問題を考えるべきではありませんか。この PV の品質は高いです。でも読みたいのは敷居も高い。妥当なサスペンス大芝居。基本的には幻冬のロープレイヤーにサービスしていると言えます。でもそうした理由は少し見当がつくかもしれません。幻冬の生産能力は高くなりました。しかし講義も短縮されました。生産能力と品質は結局2つしか選べない。じゃあ私を見て解読しましょう。非色についてのもっと多くの情報。我々はテストに服した。今期はこれで終わりです。他に注目する。違う幻の塔を体験して